おはようございます。唐沢カールを目指す山旅2日目の朝です。お世話になった山の平屋さんを出発して、今日はいよいよ念願の唐沢カールに向かいます。私たちが今いるのは明神という場所です。今日はこれから徳沢、横尾と通過して最終的に唐沢カールを目指します。かっぱ橋、明神、徳沢、横尾はそれぞれ徒歩1時間くらい離れています。横尾までの道はほぼ平坦でスニーカーでも問題なく歩けるくらいです。横尾を過ぎると登山道に入ります。一つ目の通過ポイント、徳沢に着きました。明神から50分ぐらいで到着したのでいいペースだと思います。徳沢園のピザをいつか食べてみたいなと思ってるんですが、今日はまだ休憩している場合ではありません。先に進みます。今日も昨日に引き続き雲一つない秋晴れです。徳沢を過ぎた後も道の感じはあまり変わりません。相変わらず平坦な道が続きます。二つ目の通過ポイント、横尾に到着しました。徳沢から50分ぐらいで着いたので、この区間もいいペースで歩いたと思います。ちょっとだけ休憩します。横尾を過ぎたら次は唐沢までお手洗いがないので、ここで行っておきます。この後の登りに備えてフリースを脱いだり、水分補給したりもしました。まずは横尾大橋を渡ります。最初の方は結構平坦な道です。横尾を出発してから20分、横尾から 1.3 キロ離れた場所を通過しました。ここを越えると一気に登山道らしくなります。登山道の左手に迫力満点の屏風岩が出てきました。横尾を出発してから1時間が経ちました。横尾から 2.8 キロ進んだ本谷橋に到着しました。標高はすでに1800メートルあります。この日は快晴&日曜&紅葉ということで、とにかく人が多いです。団子状態でひたすら前の人に続いてここまで来ました。人一人しか通れない幅の箇所もちょいちょいあるので、上りグループと下りグループとで譲り合いです。紅葉シーズンはコースタイムより少し長めの時間を想定しておくのが良さそうです。ここスペースが広くて休憩しやすそうなので持ってきたパンを食べます。朝ごはんはもうすっかり消化されました。15分くらい休憩して登山再開です。標高がだいぶ上がってきました。ねえ、あれ唐沢カールじゃない？遠みたいな会話を友達としてるんですが、全然違いました。下からパーンじゃないのよ。この辺りは落石注意ということで立ち止まらずに歩き続けます。いよいよ正真正銘唐沢カールが見えてきました。この辺りから登山道もちょこちょこ紅葉してます。ちなみに周りの景色の壮大さとゴールが近づいている高揚感でだいぶごまかされてますが、地味にずーっと登り続けてます。唐沢ヒュッテと唐沢小屋の分岐を越えました。最後の最後まで登りが続きます。横尾を出発してから3時間、よく頑張りました。ゴールは近そうです。最後の石段を登ったら唐沢ヒュッテが見えました。これが見たかったんです。ついに唐沢カールに到着しました。早速唐沢ヒュッテの展望テラスで名物のおでんをいただきます。一つ夢が叶いました。唐沢ヒュッテの受付で食事の申し込みをしました。夕食2500円、お弁当1500円。モルゲンロートガチ勢なので時間の決まっている朝食は選ばず、お弁当をお願いしました。唐沢カールの紅葉のピークは例年9月最終週から10月の3連休あたりまでです。この時期の唐沢は言わずもがな大人気でテント場がカラフルです。それにしても本当にいい天気です。稜線が綺麗です。テンション上がってカメラを左右上下にぶん回しております。1時からテントの受付が始まりました。今回私たちはテントだけじゃなくてシュラフやマットまで借りるというまさにおんぶに抱っこプランでのんびり2泊します。レンタルテントは1日1万2000円。シュラフは1日あたり3000円かけ2人分。マットは1日あたり1000円かけ2人分。キャンプ場使用料として1日あたり1人2000円。2人で2泊して合計4万8000円でした。
ここにお手洗いの利用料も含まれます。水場も使えて飲み水もいただけます。テントの中を整頓して少しゆっくりしてからまた展望テラスにやってきました。まだ3時前なんですが、周りの山の標高が高いのでそろそろ太陽が隠れそうです。唐沢エリアのトレッキングは明日にお預けして今日はゆっくりします。今のうちに明日のお昼に何食べるか考えとこうってことで、散歩がてら唐沢小屋のメニューを見に来ました。中華丼ともつ煮が気になります。唐沢小屋から見る唐沢ヒュッテです。テントの数がだんだん増えてきています。ちなみに昨日の土曜日はテント1000張くらいだったそうです。そして忘れちゃいけないのが、明日の朝モルゲンロートを見るためのスポットを明るいうちに探しておきます。あとは晴れを祈るのみ。だいぶ薄暗くなってきましたが、展望テラスは常に大人気です。昼間とはまた違う稜線のシルエットがめちゃくちゃかっこいいです。気温も下がってきたのでテントに防寒着を取りに行きます。明日の天気予報が張り出されてました。朝太陽のマークがあるのでモルゲンロート期待してしまいます。夕食の時間です。今日はたくさん歩いてお腹が空いているので揚げ物ありのがっつり系が嬉しいです。夕食の後外に出るともう真っ暗です。テントとヘッドライトの明かりが思った以上に綺麗です。テントの中は結構暖かくて心配だった寒さはなんとかなりそうです。明日に備えて今日は早く寝ます。おやすみなさい。おはようございます。唐沢ヒュッテ裏の岩がゴロゴロしているあたりで日の出を待ちます。まだ暗いうちから北穂や奥穂に登る方たちのヘッドライトの明かりが見えます。5時半、この動画の反対方向、東の空が明るく燃えました。それから10分くらいして穂高連峰が赤く染まり始めました。モルゲンロート出ました。これは絶景です。気がつけばたくさんの人が起きていて同じ方向を眺めていました。雲が稜線にかからなくてよかったです。すっかり明るくなった穂高連峰を眺めながら唐沢ヒュッテで作ってもらったお弁当をいただきます。朝ごはんです。ご飯の後はまたもや唐沢ヒュッテの展望テラスにやってきました。昨日は激混みでしたが、今朝はまだ余裕があります。さて、唐沢に2連泊する私たちが今日何をするかと言いますと、ずっとこの辺りでうろうろして紅葉を楽しみます。日帰り北穂、日帰り奥穂、行きませんよ。温度計がありました。ただいまの気温は10度です。防寒対策をしっかりして出発します。まずはパノラマコースを下山する方向に進みます。歩き続けると徳沢に出るルートですが、私たちは本当にちょっとだけ進みます。ちゃんと時計を見てませんでしたが、体感5分くらいでしょうか。左を見ると、唐沢カールとヒュッテと小屋、全部が一度に見えるスポットがあります。ちょうど1年前、テレビ番組でこの場所を知って、絶対来てみたいと思ってました。来た道を戻って唐沢ヒュッテの横を通って、次は奥穂につながるパノラマコースを歩きます。もちろん奥穂まで行くことはなく、途中にある分岐を唐沢小屋の方に進んで、ぐるっと一周する形で歩きます。標高が少し上がるので、高い場所からの景色が楽しみです。少し登ったあたりに紅葉が結構進んでるエリアがありました。ここで写真を撮ってる人がたくさんいました。七かまどを手前に入れて動画を撮ると紅葉度マシマシです。振り返ってみるとテントが結構小さく見えています。あと雲がだんだん増えてきました。今日は天気予報通りですね。そういえば今年は例年に比べて紅葉の進み具合が遅いと言われてますが、こうやって改めて見ると結構色づいてきてるんじゃないかなと思います。なんなら唐沢に到着した20時間前よりも今の方が赤い気がしている私たちです。このコースの展望スポットの一つである見晴岩に到着しました。こっち側から見える稜線もかっこいいです。唐沢の紅葉を見ることは登山を始めて以来の憧れでした。結構ビビって半年くらい前からトレーニング兼ねていろんな山に登ってたので、やっと来れたという感じが強いです。唐沢までなら技術的に難しい登山ではないので体力勝負な感じはします。紅葉のトンネルの向こう側に9月に登った常念岳が見えました。北アルプス大好きなんですよね。登ったことのある山が見えると嬉しくなります。パノラマコースの散歩もそろそろおしまい、唐沢小屋が見えてきました。
標高がちょっと上がるだけで全然違う景色が見られるので楽しく歩けました。唐沢小屋でお昼を食べます。昨日の下見の成果を発揮して食べたいものは秒で決まりました。中華丼です。見晴らしのいいテラスでいただきます。ご飯を食べたら唐沢ヒュッテの方に戻ります。唐沢カールって典型的な氷河地形だなと思うんですが、こんな風に自然が長い年月をかけて作り出す景色に昔からすごく惹かれます。はい、すっかりおなじみ展望テラスにやってきましたが、相変わらず空が暗いです。画面左側に伸びているのはテントの受付待ちの列です。私たちも昨日並びました。テントの中でゆっくりしていたら5時になったので明日の天気を確認しに行きます。明日の天気は覚悟してた通りの下り坂、風速10メートルがどんくらいのもんか想像つかなくてビビります。夕食の時間になりました。昨日とは副菜も含めてメニューが違います。連泊組にはありがたいです。あと昨日も思ったんですが、お味噌汁の具をたくさん入れてくれるの嬉しいです。唐沢最終日の朝です。昨日は一晩中風が強くてテントの中でなかなか寝つけませんでした。さぞ天気が悪いんだろうと思ってましたが、夜中の1時半頃には満天の星が輝いてました。今朝もモルゲンロートを見たくて待機しています。ちょっと雲が多いです。5時半頃東の空が明るくなりましたが、結局モルゲンロートは現れずでした。いや、ちょっとモルゲンロートとか言ってる場合じゃないくらい天気が悪くなってきました。大人気の展望テラスも今朝はガラガラです。まだ6時台なんですが、予定を早めて下山を開始します。こうなったらお楽しみは徳沢園のピザです。下山前に最後の唐沢カール見納めです。下山を開始してから後ろを振り返るといつの間にか虹が出てました。唐沢を出発してから2時間ちょいで本谷橋に着きました。予行まであと 2.8 キロです。サクサク下山します。今日は上りの時と比べるとだいぶ登山者が少なめです。やっぱ快晴の日曜ってのはちょっと桁が違います。ついに横大橋見えました。唐沢を出発してから3時間半で横大に到着しました。かっぱ橋まではまだあと3時間くらいかかりますが、道が平坦で歩きやすいので気持ち的にとても楽です。徳沢園に到着しました。ここで楽しみにしてたピザを注文します。ボローニャハムとキノコの手作り釜焼きピザ。想像を裏切らない美味しさで幸せでした。ピザに元気をもらってあとちょっと頑張ります。明神を通過してついにかっぱ橋着きました。2022年秋、いい思い出になりました。